こんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回は5人家族でも生活感なくすっきり暮らすお宅のルームツアーをご紹介します。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回取材したのはペンネームふみさんのお宅です。3LDK のコンパクトなマンションに小中学生のお子さん3人と5人家族でお住まいですが、そんなにご家族がいらっしゃるとは思えないほどすっきり暮らされています。今回はその秘訣について詳しくチェックしていきます。まずはリビングです。家具が最小限で驚くほどすっきりされているこちらのリビング。お子さんのおもちゃなどもほとんどないように見えるこちらのリビングですが、昔は今より物が多かった時期もあったそうで、おもちゃの与えすぎを反省して、売ったり人に譲ったりしながら数年かけて少しずつ減らしていったのだそう。また、物を増やしすぎないように、お子さんたちの誕生日はおもちゃではなく、家族や親戚と一緒にお出かけに行くなど、物以外のプレゼントにされているそうです。お子さんたちはおもちゃがなくてもリビングで楽しくくつろいでいるそうで、ゲームをしたり、テレビを見たりしながら過ごしていらっしゃるそうです。リビングにある唯一の収納家具がこちらのテレビ台で、左側の扉収納にはゲーム類を収納。右側にはご家族が使うリビング小物を収納されていましたが、中身は驚くほどミニマム。ペンケースには2軍の文具を収納されているそうですが、中身は本当に最小限にされていました。今よりもっと物が多かった時もあったそうですが、隠す収納だと中に何があるか忘れてしまう性格だということに気づき、物を減らしたのだそうです。続いてこちらはダイニングです。リビング同様、こちらも家具が最小限でとてもすっきり。テーブルの上もウェットシート以外に全く物がなく、すがすがしいほどすっきりしています。ですが、殺風景にはならないよう、カウンターの上にインテリアグリーンを飾って彩りもプラスされています。ちなみに春になるとこちらのカウンターにひな人形を飾っているそう。インテリアに馴染むコンパクトなひな人形で、飾る場所もしまう場所も取らないのが素敵ですね。また、カウンターの奥のコンセントがあるスペースは充電コーナーとして活用されているそうです。続いては、リビング入ってすぐの場所にある物入れです。幅が狭く、作り付け収納としては比較的コンパクトながらとてもすっきり。こちらは一番取り出しやすい真ん中のスペースです。ここにはレターラックを置いて郵便物の一時置きスペースにされているそう。便利な場所に一時置き場があれば、テーブルやカウンターにちょい行きしてしまうのも防げますね。目につくところに貼っておきたいプリント類は扉裏に掲示スペースを作っているそう。ここなら生活感も隠せていいですね。なお、紙類は週2回の紙ゴミ収集の日に合わせて、お子さんたちにも声をかけてまとめて回収しているそう。つい溜めがちな紙類もタイミングが決まっていると整理しやすいですね。こちらは物入れの上2段のスペースです。ここには保管しておく書類や工具などを収納されていて、工具も量を最小限に絞って持ち手付きボックスに取り出しやすく収納。下から3段目のスペースはガムテープ類やママが読む雑誌、梱包資材を収納されているほか、下2段は防災用の備蓄スペースにしているそうで、食品はローリングストックで消費しながら備蓄されているそうです。続いてはキッチンです。リビング同様、物が最小限でとてもすっきりされています。シンク周りは表にほとんど物がなく、洗いかごも置かれていないそうで、食器は洗ったらこんな風にワークトップに一時置きして乾かしているそうです。こちらのキッチンには釣り戸棚がついた構造になっていましたが、真ん中のスペースはなんと中身は空っぽ。これには私も思わず驚きました。右側の扉収納も中身はケース1つ分だけで、ここにはキッチン用品ではなく母子手帳や診察券などを収納されているそうです。そして左側の釣り戸棚にはラップ類や消耗品のストックを収納されていました。続いてシンク、コンロ下収納もチェックしていきます。右側上段の浅い引き出しにはカトラリー類を収納。その下には洗剤やキッチン用タオルや布巾、ゴミ袋などを収納されていて、消耗品は切れたら買うようにされているため、基本的にストックは持たないそうです。こちらはその隣の引き出し上段です。ここには食器を収納されていて、
平皿は大中小の3サイズ、深皿は大小2サイズの計5種類だけに厳選しているそう。ちなみに食器収納の上のスペースには突っ張り棒をつけてキッチンペーパーを収納されています。出しっぱなしにするのがあまり好きではないため、この収納方法にされているそうです。こちらはその下の引き出しです。ここにはお米と熱を出した時用の飲み物を収納されています。お米は毎日5合炊くそうで、引き出しと冷蔵庫に1袋ずつストックしているそうです。続いて、さらにその左の引き出し上段です。ここにはキッチンツールやお茶碗、汁碗を収納されていて、お使いのキッチンツールはなんとこれで全部だそう。見た目もシンプルでかっこいいもの選びをされていますね。こちらはその下の引き出しです。ここには出汁やお砂糖代わりにお使いの蜂蜜、もち麦などを収納されています。その下の段もなんと中身は空っぽ。こういった引き出しによく収納されている保存容器などはどうされているかお聞きしたところ、保存容器は3つしかないそうで、使っていない時も冷蔵庫に置いているのだそう。もし足りなくなった時も食器で代用されているとのことでした。続いてこちらはコンロ下引き出し上段です。ここにはお鍋やフライパンを収納されていて、お餅の調理器具はなんとこの4種類だけだそう。ちなみにこちらの両手鍋はご飯を炊くのに使っているため、炊飯器は持っていないそうです。そしてその下の引き出しには防災用の水を収納されています。このスペースには12本入っていて、他の場所にある分も合わせると計20本ストックされているそうです。続いてはキッチンの背面収納です。こちらもやはり物が最小限でとてもスッキリ。以前は今よりももう少し物が多かったそうですが、物を減らした結果、今の形に落ち着いたそうです。カウンターの上には使用頻度1軍の文具をスタンドに立てて収納。お子さんたちの学校のプリントは帰ってきたらこのカウンターの上に出してもらい、ママがすぐにチェックできるようにしているそうです。こちらは食器棚の引き出し1段目です。ここには救急用品や裁縫道具、小さいシュレッダーや防災ポーチを収納されていて、防災ポーチは外出時に災害にあったら必要になりそうなものを最小限まとめて、お出かけの際に持ち歩いているそうです。また、お薬のうち処方薬は冷蔵庫に収納しているのだそう。人別にケースに分けて収納して、半年から1年ぐらいで見直しをされているそうです。食器棚の引き出し2段目には、グラスやマグカップを最小限に絞って収納。その下の扉収納には、お弁当グッズや水筒、ホットプレートを収納されています。その右側の深い引き出しには、朝食用のパンやお菓子を収納されていて、買い物は週3回スーパーに行くため、食品のストックは最小限なのだそう。また、お菓子も買いすぎないようにされていて、自分が食べたいお菓子はお子さん自身のお小遣いで買うというルールにしているそうです。続いて、小学生の次男さん、長女さん2人の子供部屋としてお使いの洋室1です。壁際には学習机を2つ並べて置かれていて、普段の勉強もこちらの机でされているそうです。デスクの上には1人1つずつファイルボックスを置いて、プリントなどの一時置きボックスとして使われています。こちらは次男さんの机の引き出しの中身ですが、物がしっかり整理されていて、仕切りケースなども使いつつ、小物や学用品を取り出しやすく収納されています。同じく長女さんの引き出しも、中身が整理整頓されたすっきりした収納になっていました。お子さんたちのものは長期休みのタイミングなどに声かけして見直しをされているそう。小学生のうちから物の整理の習慣がついているのはとても素晴らしいですね。デスクの向かい側には2段ベッドが置かれていましたが、デスクの側面にもキャビネットが配置されていて、中にはまだおもちゃで遊びたい年頃の娘さんのおもちゃが収納されています。キャビネットの上のボックスの中にもおもちゃやお手紙が入っていたり、キャビネットの横にもぬいぐるみを収納されていたりと、娘さんが大事なものを置くスペースはしっかり確保されていました。また、キャビネットの下にも工作の作品がありましたが、その奥にあるカゴの中には、お子さん用に一人一つずつ防災用のバッグも用意されていて、中には防災時にすぐに必要になるものが入っているそうです。ちなみに次男さんは漫画を読むのが趣味だそうですが、これ以上お部屋に家具を置くのが難しいため、ケースを使ってベッド下に収納されていました。続いてはこちらのお部屋のクローゼットです。ここも物が最小限ですっきり。
下には2種類の引き出しを並べていて、半透明の衣装ケースの方に2人のお子さんそれぞれの子供服を収納。白いケースの方には次男さんのおもちゃやサッカー用品などを収納されています。枕棚には布団乾燥機のほか、お子さんそれぞれのオフシーズンの水着や体操着などを収納。また、下段左側にはお子さんたちのオフシーズンの毛布を収納されていました。続いて、中学生の長男さんのお部屋としてお使いのサービスルームです。長男さんのお部屋もデスク周りは物が最小限でとてもスッキリ。学用品や小物はデスク横のシェルフに収納されていて、長男さんも漫画が趣味だそうですが、本棚に入る範囲でやりくりするルールにされているそうです。また、長男さんはあまり片付けが得意ではないタイプだそうで、以前は通学用のバッグがリビングにちょい置きされることも多かったそう。それを改善するため、お部屋に入ってすぐの場所にチェアを置き、そこをバッグの置き場にしたところ、ちゃんと置いてくれるようになったそうです。そしてこちらが長男さんのお部屋のクローゼットです。やはりこちらも物が最小限ですっきり。下段の衣装ケースには長男さんの普段着る服を収納されていて、枕棚には以前の学年の教科書やアルバム、オフシーズンの学用品や長男さんの小物を収納されているそうです。続いては主寝室としてお使いの洋室2です。4.5 畳ほどのコンパクトな空間のため、家具はベッドだけに絞られています。壁面に設置した無印良品の3連フックには掃除用品を収納されていて、掃除機の充電器はこんな風におしゃれなエコバッグを使って収納されています。こちらは主寝室のクローゼットです。ご夫婦2人分のオールシーズンの服がここに収納されているそうですが、それがまるで嘘のようにゆとりがあってすっきりしています。ハンガーバーは左側にママ、右側にパパの服を収納しているそうで、その下の衣装ケースには1つにママの服、残りの5つにパパの服や書類などを収納されているとのことでした。こちらはママの春夏用に着ている服を全部集めていただいたところです。枚数は少ないですが、統一感があるのでコーディネートがしやすそうですね。そしてこちらは秋冬用の服です。とてもシンプルですが、センスよく見えるワードローブになっています。また、ママのバッグは1軍、2軍合わせても全部で3つだけだそう。これも色味に統一感があるので、どの服にも合わせやすそうですね。クローゼット下段左側にも3つ分衣装ケースを置かれていて、ここにはカセットコンロや使い捨ての食器などの防災用品を収納されています。こちらはこのクローゼットの枕棚です。右側にはご主人の私物やママのオフシーズン服を収納。左側にはチャイルドシートやオフシーズンのヒーター、ママの思い出ボックスを置かれていて、ママは実は推し活が趣味だそうで、この思い出ボックスに推しグッズを収納されているのだそう。ですが、増やしすぎないよう、このボックスに入る量に厳選されているそうです。では、最後にお部屋以外のスペースについてもご紹介します。こちらは玄関ですが、ここもやはり清々しいほどスッキリ。左側には下駄箱がついた構造になっていましたが、両開きの収納の方にはご家族5人分の靴をゆとりを持って収納されています。縦長の片開きの収納の方には、お出かけに使う小物のほか、ご家族の傘を必要最小限収納されています。また、下駄箱の下にもボックスを置かれていて、ここにはお子さんの帽子などを収納しているそうです。さらに下駄箱の向かい側には無印良品の投げしを設置して、ここにはお買い物用のエコバッグを収納されていました。そしてこちらは洗面所です。洗面台の上もやはり物が最小限でとてもスッキリ。鏡裏収納も必要最小限のものだけを置かれていて、スペースにかなりゆとりがありました。さらに驚いたのは洗面台下収納です。ほとんど空っぽに近い状態で、これにはびっくり。洗面周りもストック品はほとんど持たず、なくなったら買うようにされているそうです。そして洗面台下左側の引き出しには、ドライヤーやヘアアイロン、フェイスタオルやヘアターバンを収納されています。ちなみにバスタオルはご家族の人数分5枚だけ持つようにされているそうで、年に1回入れ替えるサイクルにされているそうです。では最後に私がこちらのお宅で特に注目したポイントについてピックアップしたいと思います。私が特に注目したのは、
物が少なくても防災用品はしっかり準備という点です。こちらのお宅は5人家族ながらミニマリストと呼べるほど物が最小限に厳選されていましたが、防災用の備蓄品は十分な量を確保されていたり、防災用のポーチやバッグなども準備してしっかり対策をされていました。なかなかすぐに同じように真似するのはハードルが高いと感じられると思いますが、5人家族でもこれだけメリハリのついた暮らしができるという事例を見ることで、自分自身の物の持ち方について見直すきっかけになると感じました。いかがでしたか？5人家族とは思えないほどスッキリしたお住まいに私も思わず感動してしまいました。このチャンネルではルームツアー動画で取材させていただけるお宅を大募集しています。詳細は概要欄のリンクをご覧ください。最後にこの動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。